Bonjour et bienvenue dans Toko Toko, l'émission où prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, le mangaka Koyama Tsuya nous emmène visiter la typique Fab Café à Shibuya, puis nous irons dans son atelier où il dessine le best-seller Space Brothers, qui a même été adapté en film et en animé. 皆さんこんにちは。宇宙兄弟を描いてます漫画家の小山中也です。今日は渋谷のファブカフェを紹介したいと思います。ファブカフェの中に入りました。ここはですねカフェなんですが、デジタルでものづくりができる、すごく面白いカフェになってまして、3D プリンターとかが置いてあったり、レーザープリンターで好きなものに好きなデザインをレーザーでプリントしたりっていうことができるカフェです。デジタルを使ってですねすごく好きなものを自分の持ち物にノートパソコンとかですねプリントしたりできるんで、僕もねムッタの絵とかをちょっとノートパソコンとかですねプリントしてみたいなとか思うんですけど、すごく自由にいろんなものが作れるっていうところがすごくいいですね。しかもそれをコーヒーを飲みながらちょっと待てば作品が出来上がってるっていうのがすごく楽しめる空間だと思いますね。ここのカフェはすごくイベントとかもたくさん行われていまして、以前宇宙兄弟とのコラボイベントがありまして、宇宙兄弟のグッズの販売をしていただいたり、あとトークイベントもそちらのスペースで、宇宙に関する専門家の方のトークイベントがあったりして、そういうこともできるカフェになってます。ここでは自分の好きなものに好きな絵柄とかをレーザープリントしてくれるっていうことで、今日は宇宙兄弟の絵を用意したんで、これからレーザープリンターで木に印刷してもらいたいと思います。これね、下から出てくるそうです、ね、あと5分ぐらいかかります。すごいですね。これは焼いてるのパチパチ言ってますね。火花が散っていますね。こんな風に漫画もね描けたら楽でいいんですけどね。いやできましたね。すごい細かい。かなり細かいです。5分ぐらいでできますし、自分の携帯とかノートパソコンにやってみたいですね。結構へこんでます。焦げた匂いがまだしますね。僕はもうできることならもうこのコードをね脳に早くつないで原稿用紙にこれをバーッとこうイメージを映してくれる、そんな時代を期待します。早くその時代は近いんじゃないですかね。これを実際に書いているうちの職場の方に行ってみましょう。まずは最初はデザイン事務所でサラリーマンとして働いてたんですけど、家に帰ってからコツコツ漫画を描き溜めまして、それを講談社のモーニング編集部に持ち込みに行きまして、それを賞に出してで受賞できたので、それをきっかけに、漫画家を目指すようになりました。宇宙兄弟を描く前に2作品ほど描いてまして、その両方が主人公が宙を舞うようなシーンがあったので、多分そこから、担当編集の方からその宙に浮かんでるようなイメージつながりで宇宙っていうのがまず一
一つ上がったんだと思うんですけど、担当編集の提案で宇宙どうですかっていうことで、それに家族ものの何かを付け加えて書いてみようということで宇宙兄弟が生まれました。最初ははるじゃんっていうスキージャンプの漫画を描きました。それは10話、モーニングの方に連載しまして、単行本が1冊出てます。その次はジジジーっていう作品で、すごい運動神経のいいおじいちゃんがなんかこう泥棒のようなことをしてるんですけど、そういうちょっとファンタジックな、作品をこれも単行本1冊分書きました。最初はまず JAXA の宇宙に詳しい方に取材に行ったりしまして、JAXA 内を見学させてもらったり、あとは NASA に実際行きまして、まずはヒューストンの宇宙センターで見学させてもらったり、あとフロリダの宇宙センターへ行って打ち上げを実際に、見に行きました。今は各種連載で連載してまして、まずネームって言って漫画の基本となるラフの作業をまずします。これを最近は1週間ぐらいかけてやってます。で次の1週間でこれを原稿にしていきます。5日から6日かけて、最終日に、スタッフと一緒に徹夜して、書いてます。アシスタントは今5人いて、1人が仕上げ担当だったり、1人がパソコン担当だったりで、それぞれの得意分野で働いてもらってます。一つの話ごとに伝えたいテーマとかが異なったりするんで、全体を通してのテーマっていうのはちょっと分かんないんですが、漫画を読み終わった後にとにかく読んだ人がポジティブに前向きになれるような読後感になるっていうことは意識して書いてます。いろいろバランスは気にしてるんですけど、リアリティとエンターテインメントというか、漫画の飛躍した部分のバランス感覚とか、どっちにも偏らないようにちょうどいい自分の中のベストなバランスを目指して書いてますね。コラボ企画として暁が打ち上がる時に僕が描いたムッタのイラストを暁に掲載載せていただいて、それが宇宙に行くっていうイベントに参加させていただきました。あとヨーロッパ向けの JAXA のパンフレットに宇宙兄弟の表紙を採用していただきました。ホームページとか宇宙兄弟のインスタとかも始まりましたんで、そちらもちょっと見てみてください。外国人の方に教えたい日本語は、ワッショイです。ワッショイというのは、宇宙兄弟の中で、ムッタのお母さんがそういう歌を歌ってるんですけど、僕もよく意味を分からず使ってるんですけど、実際日本ではお祭りでおみこしを担ぐ時にワッショイワッショイって言って掛け声として言ってるんですけど、そのワッショイっていう響きがもう日本ではすごくちょっと面白くて、お母さんの歌に使ったりしたんですけど、意味を調べたところ、和を背負う、和を背負うからワッショイとなったらしくて、和っていうのは日本のことで、日本を背負うっていう意味らしいです。そんな深い意味はともかくとして、ワッショイっていうとにかく独特の響きがちょっと日本人からしてもちょっとおかしくてですね、そういうちょっと不思議な力も持った言葉なんで、ぜひワッショイ使ってみてください。それじゃあ、皆さん、宇宙兄弟これからも楽しんでください。僕はちょっと続きの方を書いてきますんで、ここで失礼します。バイバイ。